どうも、女と男市川ですと。さあ、ということでございまして、今日はいよいよテレビを紹介したいと思います。まずテレビ紹介する前にですね、液晶テレビと有機 EL の違いを紹介したいんですけれども、まず液晶テレビのシステムはですね、バックライトがありまして、そのバックライトを光らしてカラーフィルターを通しまして画面に映す。これがシステム的にそうなんですけども、有機 EL はですね、このバックライトがないんですよ。カラーフィルター自体が光って直接画面に映すということなので、当然そうなると1つなくなりますんで、薄さが全然違います。液晶テレビの10分の1ぐらいの薄さになると言われております。でも液晶テレビのいいところもありまして、長時間映すことによって、目も疲れないですし、あとは電気代も安いのが液晶テレビの特徴なんです。そして価格自体も安いので、ぜひ皆さんまずお金のことを考えたり長時間見る人は液晶テレビがいいんじゃないでしょうか。有機 EL はですね、ちょっとお値段がします。その代わりですね、コントラストの発色が素晴らしいんですよね。見比べてもらったら全然違います。なのでその使い分けによって皆さん考えてください。ちなみに7対3ぐらい、液晶が7割、有機 EL が3割ぐらいの今売れ筋でございます。で、あと 2K、4K、8K これもあるじゃないですか。これの違いはですね、画素数の違いでございます。例えば古い携帯で写真を撮ってそれをですね引き伸ばすと荒くなるじゃないですか。その画素数の違いなんで、例えば 4K テレビ 8K テレビを選ぶと画素数が多いので、大きい画面で見ても非常に綺麗に見えます。なので例えば32型の 8K テレビがあるとしたら、別にそこまで32型だと画素数がそこまで良くなくても大丈夫なんですよ。でも100型とか大きいのになるとやっぱ 8K ぐらいないと綺麗に見えないというのが特徴でございますので、皆さんその辺を考えながらぜひ見ていただきたいと思います。まずはソニーさんのブラビアでございます。こちらなんですけども、何がすごいってソニーさんの特徴はまずね、画面なんですけども、色付けが濃くですね、はっきり出るのがソニーさんの特徴でございます。で、他にもですね Android TV などを搭載してまして、ネットにも強く連携もすぐできます。で、他にもですね、ソニーさんはね、やっぱりスピーカー音響メーカーということなんで、音質がすごいいいんですよ。で、いろんな多機能にわたりますので、リモコンとか使ってもらったら分かりますように、いろんな機能が使えますので、若い子向けと言っても過言でございます。結構売れてるメーカーソニーさんのテレビ、ぜひおすすめでございますよ。続きましてパナソニックさんのテレビでございます。ビエラでございますね。パナソニックさんはですね、白と黒とのコントラストがすごいいいっていうのが画像の方が特徴でございまして、結構ね、老若男女使いやすいのがパナソニックさんの特徴でございます。で、なんですかね、いろんなこのインチ、小さいインチから大きいインチまで幅広く取り揃えているので、どこにでも合うようなのがパナソニックでございます。ちなみに我が家市川家もパナソニックのビエラ使わせていただいております。続きまして東芝さんのテレビでございます。レグザでございます。レグザの一番の特徴、こちら見てください。タイムシフト機能があるということでございますね。東芝の中にはなんとですね、24時間1週間ぐらいテレビを撮れるという録画機能を搭載しております。容量の方はね、外付けハードディスクでやってもらわないといけないんですけども、これが唯一ついてるのが東芝さんの特徴で、プラスですね、東芝さんはすごいこのね、格闘ゲームする時の一瞬のパンチとか押した時のブレが一番少ないと言われてますんで、ゲームする人にも向いてると言われているのが東芝でございます。皆さんぜひその特徴を捉えて東芝さんのテレビいかがですか。続きましてシャープさんでございます。シャープさんのアクオスでございますけども、こちらやっぱり見てもらったように画質が一番自然な色合いで出る、目が疲れないっていうのがシャープさんの特徴でございます。そしてですね、リモコンも見てもらったら分かるんですけども、非常にシンプルでございます。なので老若男女ご年配の方は当然シャープさんが一番使いやすいなと言われております。あとね、心ビジョンとか言いましてね、非常にここでアシストしてくれましたりね、音声検索機能とかも取り揃えてますので、一番シンプルにテレビを見たいなっていう方は国内メーカーではやっぱりシャープさんじゃないでしょうか。続きましてこちらハイセンさんのテレビでございます。ハイセンさんは中国のメーカーなんですよ。で、何が特徴かと言いますと、実はですね、東芝のエンジンと一緒のを搭載しておりますので、間違いない品質なんですけども、すごいお値段が安いです。本当に他の国内メーカーに比べたら半額ぐらい安いっていうことなんですよね。じゃあ安かったらあんまりなのかなっていうイメージがありますけども、実はですね、いらん機能を削ぎ落としてもテレビを見るだけの方は非常に優れてますし、安い理由としてですね、なんと世界的にも有名なのでたくさん作ってる分安くできるんですよ。なので決して悪いわけではないので、ぜひもうお値段安くシンプルにテレビ見たい方はハイセンスいかがですか。
さあいろんなテレビを見てもらいましたけれども、やっぱりですね今からスポーツの秋とかいうことなのでテレビいっぱい見ると思います。その時にですねやっぱり僕倍速機能というのがあるんですけども、その機能を携されているテレビの方がやっぱ綺麗に動きとかもいけると思いますんで、皆さんそういうテレビをチョイスしてはいかがでしょうか。格段に性能は上がってお値段は下がってますので、ぜひ皆さんテレビ一度ご検討ください。よろしくお願いします。This is a Sway on the Feed exclusive. You cannot have great sound without music. Girl, we getting faded over there.